間ご無沙汰して。本当になんかいつから来て結構だいぶですよサボってるよね。いつだパリコレ前だからパリが週末だから1ヶ月は絶対来てない。そうだし、その前も忙しいから来てなくて、ね、あれドラマやってたとか。なんかドラマが今年多くて全然朝早いじゃん。ですよね。ほんでなんかこの辺のベテランの女優さんたちってそういう生活してるから、でもこういうバラエティーの人が急にドラマ入ると朝から仕事って何みたいになっちゃって。でも朝から弁当作ってるし。弁当はほらこんなになっててもいいじゃん。そこそこ。なんかこう人前に朝から出ないからバラエティーってテンパっちゃでもロケとかないう。ないもう大体2時からだねバラエティーは。そうなんだ。おおむねだからじゃあ言い訳そうなのか。でですね。そうゆうとは照れるな。照れるよね。れいことはもう何年ですか。20年は全然経ってて25年ぐらいなのかな。ベラベラ喋るようになったのは多分ここ来てから。そうね。ゆうはなんだっけ、最初だってさ、意外にほら過去とかをさ、その人のプロフィール的なもんって改めて喋んないじゃん。そうだね。でバンドだから19とかになんか変なモデルって言ってももう当時大バブルなんで、マジ石投げたらモデルですってに当たるって言われてるぐらいクオリティが一番低かった時にモデルやってて、ほんでラジオとか舞台とかを20歳ぐらいからやりだして、意外とバンドは23とか4とかだったから。でそれはフェアチャイルドあれ間違っていいんだよね。そうそれでバンドやってでコントやってで今って感じ。歌もねれいこはよく知ってるけど、あれ下手かもって気づくのにね7年ぐらいかかっちゃった。誰が？私でコント楽しいっつってなんだバラエティーじゃんって思って安心して。だからそれ長い。私ダウンタウンとか全く見ないからごっつ見てなかったもんね。意外となんか怖いの。2人のが怖いの。テレビ見てる人とかれいこよく知らないでれいこを知ってる人とかはれいこのちょっとそういう処女性が分かんないだろうけど、そういうとこがいっぱいあるんですよね。ね、一回なんか占いじゃない、何あれ、こっから上が真っ白で、こっから上は真っ白でこっから下はグレーね。真っ黒じゃなかったっけ？グレーだったので心はすごい清いけどいけないいいのよ、下半身がねっていう話。嘘、私下半身が真っ黒だって言ったって言いふらしちゃった。15人ぐらい大丈夫。黒もグレーもね。そうでも一番だから仲良くなる要素は気持ちよかったりとか、面倒くさくね飲む、面白い、あと多分その世代も一緒っていうのもあり、それはねれいこはたまに可愛らしい。だからここもお客さんもそうやってね、若い子もやっぱり面白い子ここで育てたいじゃん。でそうやって入れ替わり、なんかこういろんな時期があって、じゃあうちらみたいな
結構なベテランがずーっと割と来てて、でなんか若い子ブワー来だして、でこっちにしてみたら、たまにね、若い層がすげえ来てるっていう時期になると、ちょっとおばちゃん言ってたよね、シッとかなるわけ。私の玲子なのにみたいに楽しいんだけど若い子だけになるとすごいんだよ。なんか修学旅行についてる先生みたいな気分になってるとかやっぱこう話題とかもそうだし、考え方とかもただ気持ちいいだけじゃなくてみたいになる時あるもんね。そう、ただなんかほらここって映画とか音楽とかさ、なんかこうあとまあここに来る大人からみんなこう学んだりとか、そうだね、こうそういうのに興味がある、ちょっとアンダーグラウンドな、に興味がある人が来るじゃん、だからそういう意味では若い子もこういう子たちまだいるんだっていうのはちょっとホッとする。そうだね、まあでもよくお互い長いことね50になってもね、なんとかねやってますけどね、ゆうちゃんもね、うまい具合にこうちゃんと子供を育てつつ、育てるっていうかあれはね育つんですよ子供はね。だからゆうが前に言ってた、こうほらなんか人生なんていうの、どっかで神様がそうするみたいなので言ってたじゃん、自分に多分子供ができなかったらこのままもうはちゃめちゃな方にそれ言ってたのが、神様がゆうに子供を与えたことによってこう軌道修正じゃないな、人としてね、だから玲子も私も多分本当にこの社会からいなくなっても平気なところに いたじゃないですか、若い時からで先輩方亡くなる方もいらっしゃったり、どこか行ってしまう方もいらっしゃって、80年代からね。ねえ、ただ意外とここにもう70代ぐらいまでのお客様がいますけど、ちゃんと東京でお金を稼ぎつつ、元気におしゃれをして遊んでる人の店じゃないですか、要するにそういうのってたまに私たち偉いなとか思わない？思うよ。思うよね。さっき玲子が言ってくれてた、例えば私はじゃあ子供がいて、それが重しになって、ちゃんとしなきゃいけない、神様がくれたっていうのがあって、玲子もさっきの処女性の話じゃないですけど、玲子が本当に何の怖がりでもなく、たらやっぱりちょっと危なかったかもしれないけど、やっぱりなんか大丈夫怖いかもっていう気持ちを持てるであったりとか、危なっかしいことをやるのがちょっとずつ細かいジャンルで違うよね、だから玲子みんな違うかも。だから分かりやすいのが真面目だから、本当にかっこ悪い時とかすごくまっとうなことを怒ったりするじゃないだからそういう意味で私はちゃんとしようって思っていられるんですよ。だから玲子とかがはっきり言うからね、はっきり言うし、本人にね、陰で言う人いっぱいいるかもしれないけど、玲子はねだからすごく珍しくて、やっぱりすごくこうきちっと税金を払ってここに存在する大人としてずれていかないでもとこだと思う。なんかさ、例えばほら80年代の私がもう脱いで、裸一貫で来ましたねみたいな、でもう相当ほら気狂ったみたいにこうすごい時があったわけじゃん、でもよく思うんだけど、残ってる人ってどっかそれだけだったら終わってんじゃん、もう消えてるじゃない。 でもそこになんかわかんない、こう
友達関係をすごい大事にするとか、であと30年ぐらい平気で人間関係、そのある何同じだ一定もんね、の、同じところに若い子たちが来るとか、そういう感じじゃん。でなんか言うは言うでなんだろうな、その抜け感と、あともともとは多分すごい人見知りじゃん。はい、でそんなに人も信用しないみたいなところがあって、だけど私はほらズンズン行くから、ユウがこうそこで解放されたみたいな、そうなんですところがあります。私がこうだからっていうその部分を正しく見てほしいのはあるよね。だから、そのない部分を真面目に見られたいとかそういうのはないけど、全くない。なんか今のこの玲子がそのまんま伝わればいいなって玲子のことも思うし、例えばユウの場合はじゃあバラエティーにまあ普通にね、それは選んでるか選んでるか分かんないけど、いやそれはそれで別のものとしてやってるじゃん。でもそこにじゃあ映画もやる、でなんかこうそれはそれで絶対選んでなくはないそうだねでしょ、で自分らしいものをやるじゃん、っていうのがすごいあるのと、あとすごいこうスタンスをこう考えて、じゃあガッて働いたとして、でもガッてパリ行っちゃいます、みたいな、なんかそこがそこはすごいわがままだね、そのバランスはねすごいいいなって思ってる。なんかにゃんことは例えばじゃあもうパーティーいてくんなきゃ困りますっていうもう存在になってしまい、とにかく呼ばれるじゃん。そういうのは気持ち的に社交に関しでも意外とダメだよね。ダメだよ。すんげえ好み激しいらしいから気づいてないんだけど、すっごい顔出るみたいだし。玲子は顔に出るよははってなる時ある。そうだからすっごい最近言われてとか言ったりするから無意識だけどだから本当にこう興味があるものにはそう全然違うもんだから、やっぱ興味ないものをなんかこう紹介している時とかにはふってなるもんにゃんこちゃんもうちょっと大人になってとかなるけど、でもだいぶこれでもと思ったら、でも言われるからね。そうだね。ちょっと作り笑いとかできるようになってね。なった。そうだからちょっと大人っぽくなったなと思って大人っぽくってそういうとこあるよね。説明はなかなかしづらいよな、その自分らしくあるために、ただなんか自分の思考、なんかだからさっきも言ったけど、映画とか音楽とかファッションとかあと生き方も、なんつうんだろうな、なんかでもだからうちらは例えばなんかかくなに私は絶対変わらないとかそういうんじゃでもなく、全然普通ね、なんだったらファッションだって毎年流行変わりました、飛びつきます、いいじゃんそれっつってね、いいものは取り入れるし、でも説明できないけどこうずっとブレずに好きなものは好きだし、そうだからブレないかも、ブレないかもっていうか、これが一貫してるかも。外側が柔軟で中はちょっと頑固に近いものがあるっていうとこは、かといってほらすごくもてはやされる、じゃファッションでも何でもいいんだけど、それを知らなきゃなんか遅れちゃうっていう人いるじゃん。遅れると思っちゃう人、そういう意識ないよね。ない。ある意味いいところは受け入れて、自分でより分けるっていうか、そうだね、なんか別に何が流行ったから何ってわけじゃなくて、全然ないもんね。よかったね私たち、よかった。だからこのままでこのままで元気でいいよ、とにかく。そうだね。あとはですね、私が尊敬しているのはですね、ユウがその、カンヌに行った何年前か忘れたけど、でもそれがすごい私的にはこう嬉しかったのと、ありがとうございます。あとなんか
こう一応ここも含め、はい、周りもそうなってほしいんですけど、はい、インターナショナルに、はい、というのがすごいあって、はい、でパリにまあね結構一緒に行ってる時に、なんとなくフランス語もなんかちょっとちゃんとやらないからね。ちょっとね。でもねほらお勉強できるからちゃんとやった方がいいね。でもね。いいのいいの、気抜きながら好きなこう好きだからそれを言葉を覚えていくっていうパターンでいいと思うんですけど、それは頑張ってやろうと思ってますし、ここもだからもう玲子はそれこそ英語もベラベラになっちゃいましたけど、なってませんけどね、なんかそういうね、だからとにかく楽しくなるんですよね、あなたがいるとね。だから本当は友達、この店のこと考えても体のこと考えてももう一人チーママみたいのがいてね、ちょっとじゃあ誰か私が行くなりみんな来るから来てぐらいなって思いますけど、よく考えるとじゃあ突然行きたいなって思った時に今日チーママの日かってなっても、だからやっぱちょっと一生元気ですね。ですね。見て頑張りましょうね。遊んでね、ちゃんと2人ともね。でじゃあまあなんだろうな、ユウはユウで、とねすごいポリシーがあって、前に、まあなんかある番組で、ユウのドキュメンなんかだから出ないって断ったんで、なぜならばそれは私は努力をしてないから、あれはこう努力を見せる番組じゃん。そうです。でだから断るみたいな、なんかそれがすっごい印象的で。だって取るとこないんだもん。そうでもその感じがまたユウなんだよね。もうでね、本当にそれでどこまでいけるか。だから永遠のこの感じで楽な感じで、そう楽な感じだよね。はい。それが多分ちょうどよかったり、嬉しいなって。こうゴーってね。はい。都会バランス取りつつね。そう。元気でいようね。元気でいようね。元気でいよう。でずっと変わんないで下の子たちにこうなりたいって思われるようにしようねとは思ってないけど、勝手に生きてて、そうだね、勝手に生きててこううちらね、ほら自分たちより目上のなんか私の場合は外国人なんだけど、こういう人になりたいみたいな、そういう感じになりたいなっていうことで、じゃあ近々また飲もうね。はい、じゃあまた来るにゃ。来るにゃ。お土産明日持ってくるね。明日じゃあ行くからね。じゃあにゃ。バイバイ。にゃーい。